誰一人思い出してはいませんでした。はいどうもこんにちは。アニメ見すぎて妻に逃げられた男、チャラです。今回はですね、日暮の泣く子に卒第14話、かぐらし編その3の感想考察をやっていきたいと思います。右に書いてある項目の順番で進めていきますのでよろしくお願いします。それでは行きましょう。まずは一つ目、誰も思い出していなかったということで、今回ね、注目の教室のシーンの続きが描かれたんですけど、なんと普通に理科が撃たれてしまって、里子も自分を撃って終わりという、この展開を予想していた人はいたのでしょうかね。まさかの誰も助けない。誰も思い出していないというね。いやー、これは予想の斜め上というかね、全く予想してなかった展開ですね。理科が魔女の力を使うわけでもなく、何の反撃もできずにね、そのまま撃たれてしまったということで。これはね、ここまで引いて引き伸ばして、ただやられただけだったっていうのはね、スタッフの悪意を感じますね。はい。ということで、まあ誰も、思い出していなかったということで予想は全て外れていました。奉納演舞のシーンでもね、ケイイチ、レナ、ミオン、シオンと、誰も思い出しているような素振りは見せていなかったので、まあ結局、この4人は、蚊帳の外なのかなと、今回の描写を見る限り、そういう風に見えますね。まあオープニングでね、四天王として出てきていたんで、どっかで活躍するのかなと思っていたんですけど、今回の話の展開でね、この4人が絡んでくるような話になるとはとても思えないので、まあ4人は蚊帳の外で話は進んでいくんじゃないかなと思います。アニメが好きな方、チャンネル登録して一緒にいろんなアニメを楽しみましょう。二つ目は、里子 VS 理科の行方。ということで、今回まさかのね、バトルものが始まるとはね、思わなかったんですけど、繰り返す者同士の意地の張り合いが始まったということで、いやー、面白かったですね。何を見せられているのかは、ちょっとよくわかんなかったんですけど、二人の意地の張り合いというか、まあ、なんだろう、それぞれのね、性格がよく出ていたというかね、なんか、里子らしいなっていうシーンもあれば、理科らしいなっていうシーンもあって、なんか、二人はこんなキャラだったよねっていうのを再確認できたシーンだったと思います。まあ、それぞれね、馴染み深いシーンの再現があったということで、日暮ならではのシーンですね。田園風景の中でね、争ってみたり、キッチンで争ってみたり、まあ、はたまたね、奉納演舞の途中で争ってみたり、罪滅ぼし編のね、レナとケイイチの一番かっこいいシーンね、屋上で戦うシーンの再現をしてみたり、まあいろいろね、見せ場があって、すごく面白い回だったなと思います。素直に面白かったですね、いろんな意味で。はい、まあオープニングのね、伏線が回収されたということで、Z 戦士のね、ぶつかり合いのような、力と力のぶつかり合いがあったんですけど、まあこの演出というか、見せ方というのは、海猫の泣く頃にの、魔女同士の戦いというかね、その辺を参考にというか、まあ、日暮版で見せてくれたのかなと思いますね。なんかこの二人の戦いを見ていて、海猫っぽいなと自分は見ていました。でですね、それぞれ、鬼狩りの竜王の、本体を持っている里子と、かけらを持っている理科ということで、挽回しましてね、それぞれが挽回をして巫女姿になって戦い始めたんですけど、いや、二人のね、巫女姿可愛いですね。はい。二人とも非常に似合っていまして、日暮のね、アプリで、まあ、ちょっと自分そのアプリやってないんでわかんないんですけど、まあ、日暮のアプリで、まあ、採用されそうな新しいキャラとしてね、まあ、鬼狩りの竜を装備した二人みたいな感じでピックアップガチャ出そうですよね。見ててそんなことを思ってたんですけど、いや、二人の巫女姿は可愛いなと思って、はい、見ましたね。里子対、まあ、理科の行方ということで、どうなるのかをちょっと予想してみたいんですけど、橋の上でね、最後、やけにね、この、気合の入った作画でね、描かれていたシーンなんで、すごくここ大事なシーンだと思うんですけど、このまま二人で一緒に死ぬのはどうと、里子が、まあ、理科に提案するわけですね。そうしたら理科はですね、そんなのはごめんだと。
そんなことするぐらいだったら、他のみんなをね、全員ビッグバンで吹っ飛ばして、新しい世界を作り直した方がマシだという発言をしていたんですけど、その発言を聞いてね、聡子の表情が和らいだんですね。これはなんか、聡子の求めている答えというか、言って欲しかった言葉に近い言葉を理香が言ってくれたんですかね。なんかこの言葉を聞いて、聡子のなんか悪意が落ちたというか、なんか、なんて言えばいいんですかね。なんか素直な聡子に戻ったような風に見えましたね。で、その後、理香にとどめを刺されそうになって、聡子がね、私を殺して一人でね、ハイソサイティな学園生活を過ごせばいいっていう風に、言ってたんですけど、このシーンもね、なんか悪意が抜けて、なんかすっきりしたような聡子はね、風に見えましたね。理香も、それもいいかもねということで、とどめを刺すような描写はしていましたけど、自分はですね、おそらく理香は聡子を殺さないんじゃないかなと思っています。で、エウアは、理香が、自害するんじゃないかということで、予想していましたけど、自害もしないのかなと、思います。どういうことかというと、理香と聡子、今理香が鬼狩りの竜王を持ってるんですけど、どちらにも使わないんじゃないかなと。で、新しい世界を作り直した方がマシだと理香は発言していますので、二人で納得ゆく世界にするまで繰り返すという選択をするんじゃないかなと思っています。これはどういうことかと言いますと、二人ともね、もう繰り返すものとして、もう他のメンバーは蚊帳の外で、二人でもう納得いくまでね、話し合うのか、潰し合うのかちょっとわかんないですけど、繰り返して納得いく答えが出るまで、このひなみ沢で過ごすっていう言い方もおかしいけど、繰り返しを行うんじゃないかなと。その中にはルチーヤ学園まで進んだ世界もあるんでしょうけどね。その両方の世界で、ルチーヤ学園まで行った世界だったり、日暮の世界だったりね、ひなみ沢の世界だったりで、お互いがお互いを気持ちをぶつけ合って、和解するまで繰り返すんじゃないかなと。この二人の和解が、羽生の言っていた奇跡なんじゃないかなと思います。この展開で、羽生が求める奇跡っていうのはどういうものかがちょっと今一つピンとこなかったんですけど、丸々1話使って、理香と聡子がぶつかっていますので、お互いの気持ちをね、ぶつけ合って、殺し合いじゃないですけど、お互いの存在をかけて、やり合っていますので、決着をつけるかどうかというところに焦点がね、この日暮卒の、終わりがね、ここが焦点になっていますので、どう終わるのか、そこで決着をつけるんじゃなくて和解するっていう選択肢を選ぶっていうこと自体が、奇跡という表現で表すんじゃないかなと自分は考えています。それでエウアが納得するのかどうかはちょっとよくわかんないんですけど、エウア的にはその和解するっていう選択肢はおそらく考えてないんじゃないかなと思うんですね。おそらくですけどね。なんで、その二人の和解があったことで、それを奇跡となすということなんじゃないかなと思います。どういう風に終わるかね、予想してみたんですけど、果たしてそういう風に終わる？あと1話ですからね。あと1話なんで、和解して、二人で納得いく世界にするまで繰り返すと。そういうなんか子供の喧嘩じゃないですけど、なんか疲れるまでね、やり合って、疲れたら仲良くなっていたみたいな、そんな感じのハッピーエンドでもいいんじゃないかなと自分は考えています。はい、ということで日暮卒第14話の感想考察でした。あと1話で日暮の学校に卒が終わってしまうということで、すんごく寂しいんですけど、続編やってくれないかなと思ってるんですけど、今回の話を見る限りなんか次回で終われるような感じの展開にしていますので、続編はないのかなとちょっと思っています。完全にこれでね、日暮のラッコロニーの世界が終わるとは、作者の、竜吉さんも
何か思いついたらまだやりますよっていう話はしていたので、その辺期待して、あと1話とりあえず、最終話どういう終わりになるのか楽しみに来週を待ちましょう。ということで、こんな感じで日暮卒含め他のアニメの感想考察だったり、いろんな動画を出していこうと思っていますので、よろしかったらチャンネル登録、動画への高評価よろしくお願いします。また動画への感想だったり考察などありましたらコメントにてどんどん記入をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。